はい、ということでチョンチュン国際空港の方に到着しました。これからですね、日本に帰っていきます。こちらの吉林省にはね、今回2日間しかちょっと滞在しなかったんですが、非常に楽しかったです。で、今から上海を経由して日本に戻っていく様子をですね、動画にしていこうと思います。で、今から乗る航空会社なんですが、上海まではね、中国国際航空、行きに安いね、2万円ぐらいで乗れたビジネスクラスの、動画出してると思うんですけども、それに乗って、またね、上海に戻って、そこから東京成田空港に別の航空会社、スプリングジャパンなんですけども LCC に乗って移動していきます。今第2ターミナルですね。はい、今自分がいる場所は第2ターミナルのドメスティックターミナルかな、国内線の出発専用ターミナルに来ました。タクシーでホテルから来ました。それではもう寒いんで中入ります。上海までは2時間半ぐらいのフライトで、今回一応ビジネスクラスなんで機内食とかももちろん、もしエコノミーでもあるんでね、行きに乗ったやつと同じなんですが、あれはあれで結構いいですよ。プラス5000円ぐらいで乗れるんで。中国の地方空港は国際線ターミナルより国内線ターミナルの方が豪華で、なんか人もいっぱいいてなんかでかいっていうイメージがありますね。ビジネスクラスは D カウンターでした。こっちなんですね。ということでチェックインの方完了いたしました。サクサクですね。特に質問もないですし、とりあえず上海国内線移動なんで、そこから乗り継いで、行くという感じになります。ということで今説明があったんですけど、とりあえずあそこ、あれがね、ファーストクラスビジネスクラス専用の VIP セキュリティチェックっていうのがあって、あっちのレーンと分かれてますね。なんで優先レーンがちゃんと使えます。ただね、エコノミーでスターアライアンスゴールドとかだとダメみたいです。あとはいきなり黙々情報なんですけども、中国の空港ね、空港によってって感じにはなるんだけど、もう空港の外しかタバコ吸えない、空港とセキュリティに抜けた後もね、喫煙所がある空港があって、今聞いたんですよ、スタッフの方に。そしたらこちらの空港はセキュリティ抜けてね、中に入った後でも喫煙所あるからという話を受けましたんで、黙々する人、タバコ吸う人ね、ご安心ください。中入ってからも吸えます。ということで、もう中入って吸えるって分かったらね、すぐに私はもうセキュリティ抜けますんで吸えないってなるとね、ちょっとギリギリまで粘ってタバコ吸ってから、もうね、向こうに着くまで吸えないんでっていうのを考えるんですけども、吸えるとなれば早いです。はい、じゃあもう今からセキュリティ抜けましょう。ということで保安検査抜けました。やっぱり専用レーンで最高ですね。待ちゼロですし、なんか心なしかちょっと緩いような気がしますね、検査が。一瞬で終わりました。はい、一応こんな感じでスモーキングルームありますね。ちょっとどこにあるか分かんないけど、多分この先だと思うけど、とりあえずラウンジ行きましょうか。大体ね、なんか中国の空港の構造的にラウンジの近くにね、喫煙所があるイメージがありますね。あ、ここですね。チョンチュンエアポートファーストクラスラウンジ。それじゃ入ってみます。ラウンジの中はこんな感じで共用ですね。なんかいろいろ食べ物はありますけど、飲み物がなんか充実してますね。全部ペットボトルに入ってるっていうのはいいですね。あとお菓子とかで、今あったかい食事はなんか向こうで準備中って感じですかね。準備中ですね。カップラーメンとかありますけど、大したもんないですね。機内食あるし、食べるのやめときます。とりあえず飲み物だけもらってきました。お茶あったんだけどね、全部砂糖が入ってる甘いお茶しかなかったんで、海外行くとね、タイとかもそうなんだけど、緑茶でもね、砂糖入ってるやついっぱい売ってるじゃないですか。てかむしろそっちの割合の方が多いと思うんですけど、あれはね、なんか日本人としてちょっとがっかりですね。緑茶が甘いのって微妙じゃないですか。韓国とかだとね、結構無糖のお茶、麦茶とかごぼう茶とかコーン茶とかいっぱい売ってるんですけどね、あんまアジアで緑茶で甘くないの探すのって難しいですよね。日本の多いお茶とかサントリーのウーロン茶とかだと大丈夫なんですけど、とりあえずゼロコーラと水だけもらいました。結構年季の入ったラウンジですね。この一部屋しかないみたいです。別にこれぐらいで全然いいんですけどね。時間が潰せるのと飲み物さえあれば。すでにね、前回の動画で話してると思いますけど、ノービザでね、中国に入れるようになったって非常に大きくて、実際のところね、そんな長く滞在しないんで、私の場合ね、144時間の縛りでも十分だったんですけど、ただ一番のメリットは、
場所がね指定されないっていうこと、行動範囲が、例えば遼寧省に入ったらもう大連とその遼寧省だけですよとか、北京に入ったら北京と天津しかダメですよとか、そういうのがあったんですけど、それがなくなったんで、短い期間で、中国たくさんね、国内線飛行機飛んでて安いんで、いろんなところにこう短期間で飛んでね、出かけれるっていうのが一番のメリットかなと思います。今回私の場合ね、上海から入って、そこから吉林省っていうのが、普段だったら、このトランジットビザの枠だったらできないことなんで、24時間以内の出国であればできるんですけど、ね、宿泊して滞在するっていうのは厳しくなってくるんで、それが可能になったのは大きいですね。大使館に行ってビザ取り行けばいいんですけど、その手間も一切なくなったということで、プラスあと30日、これは30日中国で旅行するのってなかなか稀だと思いますけど、はい、仕事とかで来てる人以外はね、そういった面では今回の解禁はすごい助かるなと思いますね。短い時間でいろんなとこちょっとここだけ行きたいとかいうのができるんで、そのためにビザ取るの大変ですからね。はい、それではラウンジ出ます。スモーキングルームは67番ゲートのところにあると教えてもらったんで、今ラウンジを一旦出てついに来ました。やっぱりラウンジの近くでしたね。ラウンジの目の前のエスカレーターを降りたらもう67番のゲートでした。はい、こっちですね。はい、こんな感じです。この後上海で乗り継ぎなんですが、時間が結構あるんですよね。一応安牌でもし遅延のことを考えて長く取ったんですけど、そんな遅れなさそうだからな、もうさっさと日本に帰ればよかったかなと思いますが、3、4時間ぐらいプードンで待ちが発生します。なので今日の夜になっちゃうんですよね、成田に着くのが。相変わらず人がいっぱいですね。中国は国内でも行き先がすごいあるから、みんなしかも移動しますからね。この平日に仕事なんかな、すごくないですか。この普通の待合でなんかマッサージチェアみたいな、マッサージ機能は多分ついてないけど、ついてんのかな、どんな感じなんだろう。なんかめちゃ豪華ですよね、椅子が。エアバスの321だと思います。あと来てみて分かったんですけど、この吉林省、寒いですね。雪も積もってて、こんな寒いとは思わなかったな。エアチャイナは一番端っこでした。21番ゲート、こちらですね。エアチャイナ CA8586 便で上海プードン行きですね。はい、ということで搭乗開始です。ビジネスクラス俺だけかな、1人しかいない。Thank you。 自分だけでしたねなんかちょっと嬉しいけど、とりあえず上海まで2時間半ぐらいのフライト移動します。ということで機内に入りました。ビジネスクラスはね、2列で、8席しかないんですね。行きのやつはなんかもうちょっとあったけど、早速すでにスリッパを出してくれたのと、熱々のおしぼりもらいました。もうなんか新聞も入ってるし、お水もありますね。エアチャイナのビジネス、結構僕としては好印象ですね。やることが早いということでオレンジジュースもらいました。なんか畳みかけるかのように早すぎてちょっと自分がついてきてない、まだスリッパすら履いてないです。であとクッションとかブランケットはもう最初から置いてありますね。はい、機材はね、エアバス320のダッシュ200でした。321じゃなかったです。ちょっとちっちゃいんですね、行きに乗ってきたやつよりも。なんだかんだビジネスクラスすべて埋まりましたね。私の隣もお客さん来ました。自分が早く行っただけでしたね。はい、ということで今ドアが閉まりました。出発時間がね11時25分なんですけど、20分以上早いんですけど、もう出発するんかな。それはそれでいいですけど。はい、ということでだいぶ出発時間早いんですけど動きましたね20分以上早く動くってなんかいいですね。なんか日本だったらありえなさそうですけど、お客さん乗っちゃったから行っちゃうみたいな感じですかね。日本でもたまにあるか、外資系だったら。それで機内食のオーダー来たんですけど、魚かビーフだったんでちょっと迷ったんですけどビーフにしました。でも来る時もビーフ選んだなと思って、後からちょっとしまったなと思ったんですけど、ビーフでいいです。Hello, ladies and gentlemen. 欢迎您携程中国国际航空公司班机
Local aboard this Air China flight. The oxygen mask is located above your seat. The mask will be released automatically. The People's Republic of China will civil aviation security and the containment is punishing illegal. 動画の途中ではございますが、少しばかり広告をお許しください。現在 NordVPN ではキャンペーンを行っております。この動画の概要欄にあります専用リンクから私のチャンネルのクーポンコードを活用していただいて、2年間プラン以上をご契約いただいた方に4ヶ月延長プラス大幅割引のキャンペーンを行っております。興味のある方はぜひご検討ください。それで今私はタイのバンコクにひっそりと滞在しております。今この動画を撮ってるのは2024年の年末なんですけど、間もなくね新年迎えて、この動画はすでに2025年の1月にアップされていると思いますが、バンコク日本人の方めちゃくちゃ多いです。年末年始ね、旅行で来られてる日本人の方非常に多くて、海外旅行かなり復活してきてるなとは思うんですけど、何度もね私のチャンネルでも言ってるんですが、こちらの NordVPN ね、海外旅行にも非常に役に立ちます。皆さんね、せっかく時間作ってお金もかけて海外旅行来てるのにトラブルが起きたりしたらね、テンション下がりますよね。特に起きてるのは皆さん海外旅行行かれた時にですね、フリー Wi-Fi、無料の Wi-Fi っていうのをね結構使うと思うんですよ。ホテルとか空港とかカフェとかショッピングモールとかレストランとかね。で、私も皆さんと同じようにフリー Wi-Fi があればすぐに接続して仕事したりとか、いろいろやるんですけども、公共のフリー Wi-Fi を使った時にですね、皆さんの個人情報を第三者に盗み見されて悪用されるというね犯罪が結構起きております。特に海外のセキュリティがしっかりしてないような Wi-Fi にですね、そういう仕組みが組み込まれていて、運悪くねそれを利用した時に自分の情報を取られて悪用されてしまうということ、特にクレジットカードの情報とか、そういったことが起きておりますので、そのような被害を防ぐためにですね、NordVPN を活用していただくとセキュリティが向上します。 VPN をかましてインターネットを利用することで、そういった第三者から盗み見されるリスクを大幅に下げることができるんですよね。あとセキュリティ以外にも VPN っていうのはいろいろ使い方があって、例えば海外にいるときに日本でね契約したサブスク、動画配信とか、映画とかいろいろゲームとかね、いろんなのあるんですけど、そういったものが海外のサーバー経由のネットでは使えないと。ただ NordVPN をかまして日本のサーバー経由で日本にいないと見れないような動画とかっていうのも見ることができるということになっておりますので、そういった面でも活用用途はたくさんあるので、よかったら使ってみてほしいなと思います。 VPN の接続とかね設定が私には分かんないよ、できないっていう人も一部いるんですけども、 NordVPN はアカウントさえ作っていただいて契約いただければですね、ワンクリックコネクトといって難しい設定もなく一瞬で、VPN に、接続することもできますので、しかもね1つのアカウントを作れば複数、10台のデバイスまでね使うことができるんですよね。冒頭も言いましたが、現在 NordVPN ではキャンペーンを行っております。概要欄にあります専用リンクから私のチャンネルのクーポンコードを活用していただいて、2年間プラン以上を契約いただくと4ヶ月延長プラス大幅割引を受けれますので、このタイミングでぜひキャンペーン中にご検討いただければと思います。それでは本編に戻ります。離陸して3、40分経ちました。今から機内サービスですね。また熱々のおしぼりをいただきました。ということで、飲み物は男は黙って炭酸水です。行きと同じくエアチャイナのナッツとドライフルーツということで食事が来ました。ちょっとだいぶテーブルがね斜めっててずり落ちそうなんですけど、行きとちょっと違いますね。全く同じだったらどうしようかと思ったんですけど、同じビーフでもがっつり中華料理って感じでうまそうですね。牛肉の炒め物みたいなやつかな。あとキクラゲ、これチーズかな。あとフルーツでご飯ですね。であとパンが来ると思います。全然うまそうですね。そう言ってたらパンが来ました。一応今回もらいました。ガーリックトースト。味は非常に美味しいです。中国の昔の機内食とは思えないぐらい、ビジネスクラスだっていうのはあるとは思うんですが、癖もなく日本人も好きそうな味で、醤油ベースの、牛肉の炒め物って感じで、この葉っぱの炒め物というか、これ何なんだろう、ほうれん草みたいなやつ、これも美味しいです。
であとはこのキクラゲがなんかナムルみたいな味がして、ごま油と塩の味がして食べやすくて美味しいです。私キクラゲ大好きなんで、はい、当たりですね。ご飯も熱々で、はい、完璧です。この2時間の、ね、この2時間半ぐらいのフライトでこれ食べれるのは、しかも2万円ぐらいですからね、かなりいいと思います。最初はね隣にお客さんいたんですけど、ご夫婦で座られてるみたいで、通路側に移動してきました。なんで私の横だけお客さんいなくて、さらに広く使えてラッキーでした。最後は温かいブラックコーヒーをいただきました。いや実に優雅ですね。ちゃんと陶器の器で。Please make sure your seatbelts are securely fastened. Thank you. with you はい、 when という you ことで leave the aircraft. 予定よりも40分以上早く着きました。到着ですね。すごい早く着きましたね。出発が20分以上早かったんでそれもあるんですけど、この後ね同じ第2ターミナル内で乗り継ぎがあります。はい、ということでビジネスクラスはバスが分かれてました。はい、ビジネスクラスじゃない人も何人か紛れて乗ってきてますけど、これも中国あるあるですよね。我先に紛れ込んでやるみたいな人がいますもんね。これから国際線ターミナルの方に移動してチェックインし直します。で先ほども言った通り、ノルコ航空会社がLCC のスプリングジャパンですね、何度か乗ってますけど、はい、それのカウンターに行きましょう。この先が国際線ターミナルなんで、余裕ですね。時間的にはまだでもチェックイン始まってるかな。5時の出発で、夕方5時の出発ぐらいなんですけど、で今2時ぐらい、ちょうど始まるぐらいでいいかもしれないですね。それでは国際線のチェックインフロア来ました。上海プードンので、スプリングジャパンは J カウンターでした。もう始まってるみたいですね。ちなみにスプリングジャパンの航空券めちゃくちゃ安くて、こちらのプードンから成田までね、全部込み込みで1万3000円ぐらいでした。これはかなり安いやっぱり上海の方が全然あったかいですね。それでは並びましょう。そんなに混んではないですね。すぐ順番来そう。カウンターがめっちゃあるね、数が。ということで並ぶ列間違えてました。スプリングジャパンとスプリングエア分かれてんだね。そりゃそうか、違うもんね。今並んでて気づいて聞いたらこっちだよって言われて、まだ誰も並んでないんですけど、こっちのスプリング、ジャパンの方は。ただあと30分後みたいなんで2時半からチェックインらしくて、もうちょっと時間潰してから、ちょっと外でタバコでも吸ってきてからもう1回出直します。ということでチェックインの方完了いたしました。全然お客さんいないんだけどガラガラなんかな。それはそれで私にとっては嬉しいんですけど、座席はね、今回課金しなかったんですけど、前の2の F ですね。前の方がいいって言ったら2の F にしてくれました、窓側の。これはありがたいです。これ確か1500円ぐらい課金しないと選べない座席だと思うんですけど、今日はガラガラだからしてくれたんですかね。わかんないけど、もうとりあえず中国を出国します。ということで出国審査と保安検査終わりました。出国審査早かったわ。今までにないぐらい早かった。混んでたんですけどね、やっぱりビザの確認とかないからね、もう本当に無言スタンプで終わりました。ただ保安検査はねガチガチです。毎回開けろって言われるんで私は。あと1時間半ぐらいあるんで、ちょっとラウンジ行きましょうか。エアチャイナのラウンジって確か PP 使えたっけな。確かこの上にね喫煙所があるんですよね。ラウンジとは別で。常にタバコを吸うことばっか考えてて、なんかダメですね頻繁に飛行機に乗る人間としてはね、かなりね致命的だと思います。でもそういう人いますよね。こちらのラウンジが PP が使えて、ちょうど近くに喫煙所があるっていう最高のポジションですね。逆にこっちの方がいい。
初めて上海空港の PP ラウンジ入るわ。まあ、飲み物全然あるな。まあ、今回 LCC なんで多分ね3時間何もないんでちょっと食べますか。サンドイッチとかめっちゃあるね。何でもあるわ。十分っすね。あ、すごいシューマイだ。うまそう。はい、今麺を頼みました。ということで食事持ってきました。こんだけあれば十分ですね。しかもなんかめっちゃうまそうだし、麺が。で、あとシューマイ、はい、炭酸水。何も食べないつもりだったんですけどよかったよかった。これでちょっと今日の晩ご飯になりますね。なんかめっちゃこのシューマイうまそうじゃないですか。いただきます。うん、あ、お米も入ってるやつだ。美味しい。中国はスープが微妙な時あるんですけど、麺はうまいですよね。うん、これはうまいわ。それではラウンジを出ます。ラウンジのほぼ真横に喫煙所があります。黙々できます。そろそろ日本に帰ってちょっといろいろやりたいこともあるし、ゆっくりしたいなっていう気持ちが芽生えてきました。とりあえずこの動画で北朝鮮、中国、ロシアの三国国境に行くっていうね、まあ、今回のシリーズというか企画はこれで終わりになりますんで、あともうちょっとです。久しぶりになんか成田空港に行く気がするな。しかも第3ターミナル LCC ターミナルですね。全然人いないですね。まだ乗る人少ないかもしれないですね、成田駅。いやでもそんなことないと思うけどな。おそらくこの動画が上がってる頃はもう12月の中旬ぐらいには入ってるとは思うんですけど、まあ、このチャンネルの、まあ、今年の2024年のね、まあ、大型企画とも言えるかわかんないですけど、まあ、この動画がね、まあ、もしかしたら最後になってるか、まあ、佳境の方だと、はい、思います。まあ、2024年結構いろんなとこ今年ね飛び回った記憶があります。はい、この2024年はやはり中国に非常に多くの回数でいろんな都市に行ったなっていうのと、あとハワイにも行ったかな、アメリカ、そうだ、世界一周特典航空券、ビジネスクラスのね、スターラの、マイルで取ったやつですね。それもやりましたし、入院もしたしね、その後ね、グアムで倒れたりとか、その後はロシア、ウラジオストクに行ったり、あとはアフリカにも行きましたね。南アフリカとか、あとザンビアとか、なんか本当にたくさんいろんなとこ行ったなって感じはします。で、最終的にウクライナにも行きましたし、で、今、ね、また北朝鮮がどうのこうのとかやってるわけですよ。本当ね、YouTuber という仕事ね、ありがたいことに、まあ、好きなことでね、稼がしてもらってるっていうのもあるんですけど、そんなにやっぱ楽じゃなくて、ライバルも多いですし、皆さんね、その都度情勢も変わってきて、皆さんの見る、好みも変わってくるのでね、それに合わせていくっていうのが非常に大変な仕事なんですけど、まあ、私は今やりがいがあって、いい人たちにも恵まれて、あんまり私はね結構一匹狼でやってるんですけど、 YouTube 以外でねいろんな人とつながりができたりとかして、とても充実してた深い1年だったなと思いました。ということでゲートに来ました。 D228 で成田空港行きですね。IJ004 便 JAL とのねコードシェア便でなっております。出発5時半ですけど搭乗開始は6時、16時50分です。それでは間もなく搭乗開始です。バスですね。置き止めだ。タラップの近くまで行くスタイルじゃないですね。割と遠くで降ろされました。まあ、これはこれで飛行機が見れていいですけど。はい、ということで席に着きました。2の F 窓側ですね。はい、737-800、最後に乗ったのいつかな。大連からなんか帰るときに成田に行くときに乗ったような気がしますね、今年。おそらくね普通だったら課金しないと乗れないんですけど、前の方がいいって言ったらここになりました。一応今回私のその1万3000円ぐらいの航空券でも20キロの預け荷物ついてるんですよ。あと機内は7キロ。チェックとかなかったですね。荷物の形状とか。今入り口近くにいた CA さんは日本人の方でしたね。なんかホッとしますね。なんか JR 東日本の
なんか駅のメロディーみたいな音が流れてますね。ありがたいことにこの便で2名の日本人の視聴者の方が僕に声をかけてくれました。今日は名古屋じゃないんですねって言われました。ということで間もなくねドア閉まると思うんですけど、やりました。ガラガラですね。前の方1列使えそうです。後ろは結構パンパンなんですけどね。なんで俺今日ここにしてくれたんだろう。やっぱ課金しないと基本的にこの前の方ってダメだと思うんですけど、ありがたいですね。スプリングジャパンさん、もう今から多分ドアが閉まります。ということで間もなくですね着陸します。基本的にはもうずっと寝てました。あっという間でした。我们的飞机马上就要着陆。ということで成田空港到着しました。30分ぐらい装着です。ありがたいですね。本日もスプリングジャパンと日本航空の共同運航便をご利用くださいましてありがとうございました。ということで成田空港到着しました。久しぶりに第3ターミナルだとりあえずイミグレーションを受けてこのまま近くのホテルに行きます。はい、速攻でイミグレーションと税関審査終わりました。そっか、第3ターミナルはないんだね、自動化ゲートが。せっかく成田空港のこちらのねターミナルにいるんで、ちょっと久しぶりにボテージュ食べようかな。もうちょっとお店は閉まっちゃってるかな。あ、やってるわ。ボテージュ持ち帰ろう。ホテルで食べよう。持ち帰ってホテルで食べようかなと思ったけど全然人いないんで、ここで食べてからホテルに行きます。久しぶりになんかポテージュ食べるな。最近全然行ってなかったと思う。成田空港で使うのこれ2回目かな。ちょっとお腹空いたんで食べます。ということでようやくホテルに入りまして、今シャワーを浴びました。ちなみにこちらのホテルはANA クラウンプラザホテル、成田空港近くにあるホテルに今日は泊まってます。最近 IHG ばっか泊まってるんですよ。特に日本で泊まると今すごい安くて、全体の 25% 引きセールっていうのをやってるのと、1泊ごとにね6000ポイントを付与するプランがあるんですよね。なんでここ1泊1万3000円ぐらいしたんだけど、事実上6000ポイントプラス通常ポイントなんで7000か8000ぐらい来るんで、そうすると1泊5000とか6000ぐらいで泊まれる計算になるんですよね。下手に東京に行くより東京のビジネスホテルより安いなと思ったんで、今日はここに泊まることにしました。それで今日は1日かけてね移動になっちゃいました。私が今日の朝まで滞在していた吉林省の、チョンチュン、チェンチュンなのかチョンチュンなのかどっちなんだろう、ちょっと違ってたらコメントで教えてください。からこちらのね日本まで、直線で結んだらね全然距離そんなないと思うんですよね。北朝鮮がなければ、もう北朝鮮のところガーって行ければすごい早いと思うんですけど、ちょっと上海を経由してっていう感じで結構時間がかかりました。2回飛行機ね乗り継ぎをしたんで、大連とかね新陽辺りには日本と直行便があるんですけど、吉林省とか黒竜江省でしたね、あっちの方、ハルビンはあるのかな。だからそっちの方にねないんですよね。だから北京とか上海とか、大連でもいいんですけど経由していく感じになっちゃうんで、もともと満州国の首都だった場所なんでね、日本とゆかりがある場所なんですが、近くて遠いですよね。丸1日これ移動でかかっちゃうのは結構きついです。前回の動画でお届けしましたけど、ロシア、中国、北朝鮮、この三国国境があったりとか、まだ今回私は時間がなくてね、街をちゃんと見れてなかったんですけど、その国境しか行ってないんですけど、見どころがありそうな場所だなっていうふうに吉林省で思いましたので、また攻めてみたいと思います。ということで2024年もあと少しで終わっちゃいますけどね、中国のノービザ解禁とかで皆さんねちょっと行動範囲がマニアックな方ですよ。普通の人は多分中国行かないと思うんで広まったかと思いますので、よかったら参考にしていただければと思います。これで今回の動画終わります。ご視聴ありがとうございました。